皆さんこんにちは。日本語ジャムの綾乃です。今日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の方向けに自然な日本語で話しています。ぜひリスニングやシャドーイングの練習に使ってください。さて、今日のテーマは一人称の違いです。皆さんは日本語で話すとき自分のことをどう言っていますか？私？僕？それとも俺？実は日本語にはたくさんの自分を表す言葉があります。今日はよく使われる7つの一人称を紹介して、その違いとか使い方、ニュアンスについてお話ししたいと思います。では早速いきますね。まず1つ目は私です。これは一番基本的な一人称です。男女どちらでも使えますし、丁寧でフォーマルな印象があります。例えば初めて会う人やビジネスの場面で自己紹介やお話をするときに使います。私もこのポッドキャストで自分のことを言うときは私はっていう風に言います。次に2つ目は私です。私よりももっと丁寧で硬い表現になります。結婚式とか卒業式とかのスピーチとか、あとは面接で使われることもあります。例えば結婚式のスピーチで、本日の司会は私が務めさせていただきますという感じで使えますね。普段の会話、友達との会話ではほとんど使わないです。使いすぎると逆に不自然に聞こえる時もあります。私っていうのは少し上品なイメージがあるので、ドラマとかでは豪邸とかに住んでいるお金持ちの役の人が私と自分のことを言っていることが多いかなと思います。そして3つ目は僕です。これは主に男性が使う一人称です。私よりもカジュアルだけど優しくて丁寧な印象があります。子供から大人まで幅広く使えるかなと思います。たまにアニメの女の子のキャラクターが僕っていう風に言っている場合もあるんですけど、それは少し少年っぽいイメージとか変わった印象を与えるために言っているのかなと思います。そして4つ目は俺です。これはかなりカジュアルな男性の一人称です。仲のいい友達同士や恋人、家族との会話でよく使います。先ほどの僕よりも男らしい印象があります。でも初対面の人とかフォーマルな場所では使わない方がいいです。男性の上司も会社では私と言っているけど、飲み会とかでは俺っていう風に言い換える人もいますね。もし会社の会議とかで俺と言ってしまうと、少しなんて言うんですかね、上から目線というか少し偉そうな印象、怖い印象を与えてしまうことがあります。なのでなるべく仕事の時は私を使うようにしてください。5つ目は私です。これは女性がカジュアルに使う一人称です。話し言葉なので文章ではあまり見かけないかなと思います。私じゃなくて私ですね。これを使っていると可愛らしいというかアクティブな印象があります。そして6つ目はうちです。これも女性がよく使いますね。私も中学生、高校生の時は自分のことをうちと呼んでいたかなと思いますね。友達の間だけで使っていました。あとは関西地方の人の方がうちをよく使っているかもしれないですね。関西は大阪、兵庫、京都とか西の日本なんですけど、私は関東に住んでいるので本当かどうかちょっと確かめられていないんですけど、確かにうちって言っている人は多いかなと思います。若い女の人が使っている印象がありますね。特に学生が使っている印象が強いので、少し幼稚な印象も与えてしまうかなと思います。なので大人の女性は私と言っている人の方が多いですね。そして最後7つ目は自分です。
これは私の周りにもあまり使っている人はいないんですけど、関西の人とかスポーツ選手が言っているイメージがありますね。自分明日試合なんですよねとか、自分そういうの苦手なんですよねとか、自分はこう思いますとか、そんな感じで使うことが多いと思います。多分、上下関係が厳しい環境とか、スポーツ系の部活出身の人が使っているイメージが強いですね。なので、少し硬派で真面目な印象も与えるかなと思います。これもやっぱりビジネスの場所とかオフィシャルな場所ではあまり良くないかなと思うので、私を使った方がいいですね。今回は一人称について7つ紹介をしたのですが、いかがでしたでしょうか？ぜひ日本にいる人は上司が会社とプライベートでどういうふうに使い分けているか観察してみてください。そして友達がどんな一人称を使っているのかとかも確認してみると面白いかなと思います。そしてアニメやドラマではあえて女の人が僕って言ったり、男の人が私を使っていたりする場合もあるので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。では、もしこのエピソードが面白かった、役に立ったと思ったら、ぜひフォローやいいねをお願いします。また、インスタグラムやスレッズでは日常会話で使える日本語や単語を紹介しています。ぜひそちらもフォローお願いします。いつもコメントしてくださる皆さん、ありがとうございます。本日もぜひ質問や気になることがあったら、どんどんコメントしてもらえると嬉しいです。では今日はここまでにしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。日本語ジャムのあやのでした。バイバイ、じゃあねー。